2年使ったノート PC が頻繁にシャットダウンするのでテこ入れしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。リープーオンです。今までのパソコンでも経験のない現象です。2年前に購入したゲーミングノートレベル 15FR171-7 UASX12700H です。ベンチマークテストスタートと同時に警告も出ました。今までの経験値とは違和感があります。音が収まってもコアテンプの温度表示が赤くなっています。リープー音は超音の連続なのでメモリーではなく熱だと思われます。今のところファンは温度にリンクしているようなので放熱ユニット、特にグリスではと想像します。ファンの清掃はこまめにやっているからです。この状態では編集作業どころではないので緊急に対策を講じます。それではその顛末をどうぞご視聴ください。 PC のスペック。パソコンのスペックです。関係動画は説明欄の URL をご覧ください。作業開始。打足ですが数年前に使っていたファンクーラーに乗せてみましたが改善しませんでした。それでは背面の蓋を外します。先端サイズナンバー1、軸径 4.7mm のプラスドライバーと外したビスを入れる箱を準備します。順次ビス M2.5mm16 本を外します。このネジは非常に紛失しやすいのです。バッテリーを外すためネジ2本を外します。バッテリーを少しずらしてコネクターを外します。ここはネジ止めではなく突起に穴を合わせているだけでした。バッテリーが外れたのでメモリも外しておきます。スペックの通り 8GB×2、16GB です。ファンは以前清掃しているので綺麗です。左右ともこんな感じで吹き出し口も綺麗になっています。ファン配線を固定しているテープを剥がします。結構強い粘着力で貼り付いています。テープは耐熱テープを貼り直します。冷却ユニットを止めているネジを緩めます。これらのネジは緩めてもバネと固定金具で冷却ユニットからは外れません。ユニットと一体化になっています。これでユニットが外れるのでファンコネクターを外します。コネクターは爪がないのでただ慎重に引き抜くだけです。左側も同様に外します。無事冷却ユニットが外れました。グリスとフブのクリーニング。グリスの跡がパズルのようになっています。それらが剥がれて CPU 側に移っています。 CPU 側にだけ膜のようなものが貼ってあります。それらを検証しながらクリーニングを始めます。綿棒プラスアルコールで固着したグリスを除去していきます。映った後は膜のような感じがしません。こんな感じで進めます。ユニット側もクリーニングします。 CPU が当たるところはわずかにくぼんでいます。やはり CPU 側に何か貼り付いています。一部剥離してしまっているので剥がします。薄い膜のようなものです。これは後ほど検証することにします。テープ養生。シールテープを使って
グリスを塗布する外側を養生します。今回使うグリスは絶縁性のあるタイプなので心配はありません。こんな感じで 20mm 角をテープで囲います。 GPU 側も大きさに合わせてテーピングします。幅広のテープは貼りづらいので使いません。こんな感じで放熱ユニット側も養生します。これでグリスの塗布準備ができました。銅板の加工。これは剥ぎ取った膜です。欠けていますが CPU に合わせて 20mm 角で作ってあります。厚みは 0.1mm で柔らかい素材なので鉛か錫ではと思いましたが、熱伝導率からそれらは考えにくいです。周りに膜を支えるシートが貼ってあります。膜の位置を固定するためだと思いますが、厚みは同じく 0.1mm です。これはもう意味がないので外します。こんな感じで貼ってあったんですね。おそらく銀のシートではないかと思います。多分ヒートスプレッダー的に緩衝体として使っているのでしょう。どなたかわかる方はコメントお願いします。そのまま CPU に載せていると思っていたので、グリスの塗り替え作業だけのつもりでした。現状を見ての打開策は隙間をグリスのみで充填せず 0.1mm 圧の銅板を使います。銅は銀よりほんの少し熱伝導率が劣りますが、安価で入手しやすく優秀なのです。 0.1mm 圧の銀のシートや銀箔もありますが、今回はあまりお金をかけずにこの方法とします。そしてグリスは各表面を平滑にする意味でのみ使います。 0.1mm 圧の銅板を 20mm 角と 26×10mm に切り出しました。イメージができたら貼り付け準備完了です。使用グリス。今回使用する CPU グリスです。使用です。熱伝導率は 17W/m ケルビンです。商品情報です。パッケージです。裏面に6カ国語の適用がありますが、参考になる数値はないです。開封します。製品本体にはスペック、特に熱伝導率や製品番号などはありません。中華製の表示です。一緒にヘラと指サック、脱脂剤が入っています。小さい説明書がついていますが、日本語です。裏は英語表記になっています。グリスの塗布。グリスを順に塗布します。このグリスは弱い粘りがあります。前述の通り CPU が当たる部分はわずかにくぼんでいます。ヘラを使ってできるだけ薄くグリスを塗り広げます。付属のヘラは先が厚いのでマイヘラを使っています。順番に4箇所薄く塗っていきます。少しくらい塗りムラがあっても押されて伸びるので気にしません。私的にはこのグリスの熱伝導率は銅の20分の1以下なので、厚く塗るのは逆効果だと思っています。ちょっと厚くなったかもしれませんが、経験値がないのでご容赦ください。こんな感じにしておきます。それでは次に銅板の加工に進みます。金属の熱伝導率。ここで金属の熱伝導率ランキングを示しておきます。
トップ4位しか使えないことが分かります。インテル Core i7-12700H の接合部最大温度。この CPU の接合部最大温度は表の通り100度です。銅板の貼り付け。準備した銅板をそれぞれの場所に置きます。 GPU 側からその上に置きます。 CPU 側も裏側にグリスを塗ります。位置を合わせて貼り付けます。貼ったシートの上にグリスを塗ります。ヘラで薄くならします。養生テープを剥ぎます。ユニット側も同様にします。テープは一つながりにしているので取り去るのは簡単です。液体金属グリスのような高熱伝導率素材を使えば良いのでしょうが、銅面への影響を極力抑えたいのです。この方法で対処して結果を見てその後を判断します。復旧。ユニットを戻します。左右の障害物を除きます。ユニットをネジに合わせます。精巧にできているのであまり考えなくとも作業は進みます。位置があったらネジを締め付けます。この方法はネジがたくさんあるので中に落とさない工夫なのでしょう。ファンコネクターを戻します。コネクターの向きは逆では入らないので電線の癖に従って差し込みます。終わりました。メモリを戻します。バッテリーを戻します。コネクターを差し込んでネジを2本閉じます。終わりました。続けて裏蓋を戻します。本体と合わせて押し込むとカチッと爪が噛み合って自分で定位置に戻ります。順次 M2.5mm のネジを閉じていきます。終わりました。確認。それではリープー音が出た時の負荷をかけてみます。この状態でシネベンチをスタートさせます。スタート。処置前は9箇所でしたがコア好みでびっくりマークがつきました。ファンの回転はまだ上がりません。ようやくファン回転が上がり始めました。コアさんはギリギリで赤表示を免れているようです。とりあえずビープー音はなくなって直後のポップアップ警告も出ません。購入時の状況がわからないので比較できないですが改善されてはいるようです。ファン回転が上がるとコア5の赤表示が消えて回転が下がりました。 GPU 温度の方は問題なさそうです。ファン回転が下がっても負荷は 100% のままです。びっくりマークが出てもすぐに温度が下がるので緊急性はなさそうです。もともと銀らしきシートが貼ってあったのでコア3と5を改善するには銀のシートにするしかないのでしょうか。グリスを塗り直せば良いと安易に考えてのスタートでしたが
意に反して奥の深い内容となりました。初期状態に戻すには熱伝導率を解消すればもっと良い結果が出るような気がします。このまま引き続き様子を見ながら今後を考えようと思います。テストをやめるとすっと温度が下がりました。今回はここまでとして次回作で再度試行錯誤することにします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。